Ladies and gentlemen, welcome aboard the Asahi Limited Express bound for Minami Otani. The next stop will be the Minami Otani Terminal. Thank you. 長野県北安住郡白馬村。言わずと知れた北アルプスふもとの村です。冬はスキー、夏は登山、そして秋は紅葉でにぎわいます。村の中心に位置するのが JR 白馬駅です。この白馬駅を中心としてさまざまな紅葉スポットに行くことができます。周辺を見に行きましょう。この八方アルペンラインはゴンドラと2つのリフトを乗り継ぎ、わずか40分ほどで標高1830メートルの八方池山荘へ行くことができます。10月も下旬に近づくと、紅葉を楽しむのはアルペンクワッドリフト中ほどまでになりますが、この先には北アルプスの絶景が待っています。八方アルペンラインの終点に立つ八方池山荘。ここから眺める周辺アルプスは壮観です。四季を通して日本が世界に誇る北アルプスの絶景がここにあります。日本の道100選に指定されている絶景ポイント白馬大橋は、白馬村の北部に流れる松川に架かる橋です。橋上からは景色を遮るものはなく、清らかな松川と手前の山々の紅葉の背後に壮大な白馬三山がそびえ立っています。
白馬大橋のすぐ上側にどんぐりパノラマ展望台があります。この展望台はあまり知られていませんが、白馬三山方面から白馬村の様子まで一望できる貴重なポイントです。白馬駅から約 1km の場所にあり、日本の原風景を楽しめる場所が大出の吊り橋です。ここから約 9km 上流に源流部があり、途中で北アルプスから流れてくる平川と合流しています。小さな小道を進んだ先には絶景を見渡せる展望台があります。桜の季節にも絵に描いたような美しい風景を望めますが、白馬三山、姫川、木製の吊り橋、わらぶき屋根など一年を通して原風景が楽しめます。次は青鬼集落に行ってみましょう。白馬村の北東部に位置する青鬼集落。集落全体が重要伝統的建造物群保存地区に指定されています。集落の上部に広がる棚田の方に行ってみましょう。棚田からは北アルプスやジャンプ台などの素晴らしい景色を一望できます。次は白馬駅から約 9km、 戸隠方面に抜ける国道406号線にある白沢峠展望台です。ここでも鹿島槍ヶ岳、五竜岳、唐松岳、白馬槍ヶ岳、
杓子岳と北アルプス後ろ立山連峰の名峰が一望できます。四季を通して絶景を楽しめますが、関節の北アルプスは特に美しいと言えるのではないでしょうか。白馬駅からはあずさ号で移動しましょう。この列車は特急あずさ5号南小谷行きです。次は終点南小谷でございます。白馬駅から南小谷駅の距離は約 10km で、標高差は約 200m です。姫川第一橋梁を渡ります。この山を入ると先ほどの青鬼集落があります。第1、第2、第3姫川橋梁を渡ると間もなく終点の南小谷に到着します。まもなく終点南小谷に到着いたします。大糸線糸魚川方面はお乗り換えです。お降りのお客様はお忘れ物のないようお支度ください。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございました。列車は電化区間最後の駅南小谷に到着します。
JR 南小谷駅は JR 東日本と JR 西日本の境界となる駅です。ここから美しいブナの原生林に囲まれた鎌池に行ってみましょう。南小谷駅からタクシーやマイカーで約40分、標高1190メートルまで登ります。その道すがら車窓に広がる光景も絶景です。標高1190メートルに位置する鎌池。一周2キロメートルほどの遊歩道があり、特に秋は最盛期となり、多くの人が訪れます。通行可能な期間は雪解けの5月下旬から降雪前の11月上旬までとなり、紅葉が見頃になる10月中旬から下旬は多くのカメラマンや観光客でにぎわいます。この鎌池で見るブナの紅葉はとても印象的な風景です。それでは気動車に乗り換えて先に進みましょう。大糸線はこの先非電化区間に入るため、ディーゼルエンジンの気動車で進みます。ここから先は今までのリゾート線と違い、本格的な渓谷線が始まります。北小谷と平岩の間にある国会橋。大糸線は姫川沿いを走るため、この付近では新潟と長野を往来しますが、国道はここで新潟県に入ります。
ここにある葛葉峠は約500年前に対岸のまな板山の頂上付近から崩れた土砂でできたと言われています。一度はせき止められて湖になっていたものが姫川の流れで再び渓谷になりました。切れ込んだ V 字型の渓谷が暴れ川としても有名な姫川の激しさを物語ります。この後は小滝川翡翠峡方面へ行きましょう。小滝駅から県道小滝線を 10km ほど走ると、明星山の大岩壁を映す高波の池が見えてきます。標高は540メートル、紅葉がきれいな年はまるで絵画のような色合いになることで有名です。四季折々美しい姿を見せてくれる場所の一つです。高波の池から15分ほどで日本随一である翡翠の産地小滝川翡翠峡に着きます。眼前にそびえ立つ明星山の岩肌では木々が鮮やかに色づいています。翡翠峡にそそり立つ明星山大岩壁はロッククライミングの名所としても知られます。約3億年前のサンゴ礁が変化した明星山、その下を流れる小滝川、この2つが織りなす絶景は糸魚川エリアの紅葉の中で外せません。小滝駅を出たら次の根知駅へ向かいましょう。まもなく根知です。
根知駅から車で約20分、終点の糸魚川からも約30分でアクセスできる雨飾り山麓白池の森。白池までは駐車場から舗装路15分ほど歩きます。日本百名山に選ばれた雨飾山と紅葉のコントラストが印象的です。首木大野駅を過ぎるといよいよ終点の糸魚川が近づきます。ご乗車ありがとうございました。まもなく終点糸魚川です。すべてのドアが開きます。ドアは自動では開きません。ドア横のボタンを押してお降りください。ドアは内側に開きます。ステップにはお立ちにならないようお願いいたします。新潟県西部にある糸魚川市の中心駅、糸魚川駅。海側が日本海口、山側がアルプス口となっています。近くにある玉水園と谷村美術館の秋を見に行きましょう。建築家村野東吾、木彫り芸術家澤田成功、造園家中根金作、それぞれの巨匠の技が結集したのが翡翠園、玉水園、谷村美術館です。初夏の動画で翡翠園を紹介したので、今回は玉水園、谷村美術館を見てみましょう。
翡翠園が歩いて楽しむ日本庭園であることに対し、この玉水園は眺めて楽しむように策定されています。11月の紅葉見頃時期には、玉水園、谷村美術館ともにライトアップが開催されます。とても上質な時間が流れます。最後になりますが、糸魚川に来たならばぜひ日本海に沈む夕日を見に行ってください。秋から冬にかけては空気中の水分量が減少するため、美しいオレンジ色の夕日が見られます。昭和の時代に巻き起こったスキーブーム。それに伴い大糸線沿線もスキー場、黒部ダムの観光開発、温泉郷など当時大変なにぎわいを見せました。昭和から平成へ移り、そして令和と人口減少や少子高齢化などで利用者が激減しましたが、現在でも沿線を取り巻く自然環境は大きく変わっておらず、自然の恵みに満ちています。北アルプスの麓を走るこの美しいローカル鉄道で、時にはゆっくりと車窓を見ながら途中下車をしてみるのはいかがでしょうか。日本が世界に誇る北アルプスの風景をぜひ実際に訪れ、その目とその肌で感じてみてください。